今日は日本の治安についてお話ししましょう。皆さんは世界平和度指数を知っていますか？日本の治安の良さはこの世界平和度指数の評価にも現れています。世界平和度指数とは、世界中の163の国と地域の社会の安全、治安、紛争、軍事化の3つの分野に点数をつけて、平和度を測るものです。この指数は、次のようなことを調べて、国や地域の平和度を測っています。戦争や紛争がないこと、テロリズムがないこと、軍隊の力が強くないこと、犯罪が少ないこと、警察や裁判所がよく働いていることです。つまり、戦争がなく、治安が良く、人々が安心して暮らせる国や地域ほど、世界平和度指数が高くなるのです。日本は、世界平和度指数で毎年上位にランクインしています。2023年の調査では、日本は9位になりました。これは、世界的に見て、日本はとても安全な国だと評価されている、という意味です。特に、日本は銃器の規制が厳しいため、銃による事件が少ないのが大きな特徴です。また、日本人の多くが平和な考え方を持っていることも影響しているようです。しかし、最近の日本の様子を見ると、2023年の犯罪の数は70万件を超えました。これは2年連続で増えています。特に詐欺の被害など、一部の犯罪は毎年増えています。そのため、警察の取り締まりを強くするなど、さらなる治安対策が必要です。日本の治安が良いとはいえ、もちろん危ない場所はたくさんあります。そして、犯罪が全くないわけではありません。用心をして、自分で身を守ることを心がけるのは当然必要です。続いては、日本で落とし物をした場合についてお話しします。日本に訪れたことがある外国人観光客の方が驚かれることの一つに、落とし物についての話がよくあります。日本では、街や電車などの中で財布や携帯を落としても、驚くほど高い確率で、持ち主のもとに戻ってくる、という話です。その理由の一つは、道徳心と正直さにあると言われています。財布や携帯など、落とし物を拾った人は、自分のものではないことがわかっているので、ほとんどの人は、できるだけ早く警察に届けようとします。警察では、落とし物からわかる情報を確認し、財布や携帯の持ち主に連絡を取って、落とし物を返します。例えば、こんな話があります。ある旅行者が京都駅で財布をなくしてしまったそうです。その人はとても慌てましたが、財布を拾ってくれた人が、それを警察に届けていたことがわかり、無事に財布を取り戻すことができたそうです。財布の中には、
現金やクレジットカード、身分証が入っていたにもかかわらず、誰も中身に手をつけていなかったそうです。日本人だけではなく、ほとんどの人は他人のものを勝手に使うことを良いことだとは思っていないでしょう。たとえ財布の中に現金が入っていても、ほとんどの人はそれに手をつけることはありません。さらに、日本の警察署には落とし物の保管場所があり、丁寧に持ち主の確認作業をしています。財布の中に名刺や領収書などがあれば、それを手がかりに持ち主を探そうとします。あるアンケートで財布を拾ったとき、警察に届けるか？その理由は？という質問がありました。100人中、89人が警察へ届ける。と答えました。その理由は、自分がそれによって救われた経験があるから。持ち主が財布を落として困っているだろうから。見つけてしまった以上、警察へ届ける義務があるから。自分が落とした人の立場だったら、届けるべきだ。と強く思うから。という理由が多かったそうです。こうした正直な人たちの行動と、警察の落とし物の管理体制が効果的に作用して、ほとんどの場合、落とし物が無事に持ち主のもとに戻ってくるのです。もちろん、世の中には、このように良い人ばかりではありません。アンケートでも、100人中11人は、財布を警察へ届けないという結果なのですから。日本で落とし物が戻ってくる確率が高いことは本当のことですが、その確率が 100% ではないことも忘れてはいけません。それではもし実際に落とし物をしてしまったらどうしたらよいでしょうか。落とし物センター。もし駅や電車の中で落とし物をしてしまったら、すぐに近くの駅の係員に知らせましょう。日本の鉄道会社では、駅や電車の中で落とし物をした場合、それらを集めて保管する場所を落とし物センターと呼んでいます。ここでは、持ち主が落とし物を取り戻せるよう、少しの間保管しています。保管期間は、鉄道会社によって違いますが、だいたい1週間ほどです。この期間内に、落とし物の持ち主が見つからなかった場合は、鉄道会社が警察に届けます。そして、落とし物を取り戻すには、どこの駅で落としたのか、何時の電車に乗っていたのか、色や形など、どんなものを落としたのか、など、なるべくたくさんの情報を、落とし物センターの係員に伝えることが大切です。係員がその情報を聞いて、落とし物の保管状況を確認してくれます。落とし物の問い合わせは、それぞれの鉄道会社のウェブサイトやチャット、電話でできます。ただし、問い合わせ先は鉄道会社や電車の種類によって違うので注意が必要です。
交番、警察署。もし街の中で落とし物をしてしまったら、近くにある交番か警察署へ相談しましょう。交番と警察署は、どちらも警察の施設で、落とし物の相談をすることができる場所です。交番は、地域の中にある小さな警察の出張所のような場所です。建物には、漢字だけでなく、アルファベットで交番と書かれています。交番にはいつも警察官がいます。交番の警察官は、地域の中を歩いてパトロールしたり、地域の人々の相談に乗ったりしています。警察署は、交番よりも大きな警察の施設です。警察署には、様々な部署があり、より専門的な仕事をしています。落とし物を見つけたいときは、近くの交番や警察署に行って、落とし物を探してもらう手続きをしてみましょう。交番や警察署に行って、落とし物を探してもらう方法は、まず、落とした場所や時間、落とし物の内容を伝えます。次に、自分の連絡先などの情報を伝えます。そして、落とし物を探してもらう書類に必要なことを書き、手続きをします。誰かが落とし物を拾って、警察に届けてくれることがあります。この手続きを行うと、警察が落とし物を持ち主に返すことができます。警察に届いた落とし物は、3ヶ月間保管されます。3ヶ月以内に持ち主が見つからなかった場合は、警察が落とし物を処分することになります。そのため、落とし物をしたときは、早めに交番や警察署に相談しましょう。では、緊急時の通報サービスについて少し紹介しましょう。日本では、緊急のトラブルがあったとき、警察は110番、救急車、消防は119番に電話をかけて連絡します。最近は日本語が話せない方でも110番や119番が対応できるようになってきました。警察では誰でも110番に電話をかけられるように通訳サービスを提供しています。平日の日中は英語と中国語の通訳者がいて通訳をしてくれます。また、地方の警察でも独自の多言語サービスを行っています。消防や救急車を呼びたいときも、日本語が話せない方でも119番に電話をかけたり、救急現場で対応してもらえるように、いろいろな取り組みをしています。三者間同時通訳やネット119緊急通報システムというシステムを使って、通訳者が消防の人との会話を同時に翻訳してくれます。また、民間企業でも日本語が話せない方のための通訳サービスを提供しています。例えば、通訳コンシェル119というサービスは、24時間365日対応で、英語をはじめ複数の言語に対応しています。このように、
日本では警察や消防、民間企業が協力して誰でも緊急時に安心して110番や119番に電話をかけられるよう様々な取り組みを行っています。このような通訳サービスの環境を整えることは日本で過ごすすべての人たちにとってとても重要なことです。続いて、落とし物の対応以外もいくつか紹介しましょう。日本の治安の良さはいろいろなところに現れています。例えばカフェなどで持ち物を置いて席を離れたり、電車の中でスマートフォンを手に持ったまま寝ている人を見かけることがあります。また、ドラッグストアなどでは、店の外に商品が並べられていることも多いです。これも、日本が安全な国だと感じさせる一例です。もちろん、店の人たちも防犯カメラなどの対策はしているでしょう。それでも、外に商品を並べても、それらの商品が盗まれる心配がほとんどないのだろうと感じます。他の国では考えられないような無防備とも思える行動が実際に当たり前のように行われています。しかもそれはほとんどの場合、大きなトラブルになりません。一方で、最近は日本の治安状況にも変化が出てきました。日本は治安が良いというこれまでの状況が過去のものになりつつあるとも言われています。最初にも言った通り、犯罪が全くないわけではありません。むしろ、最近は増えています。日本で過ごしていても、身の回りに気をつけることはとても大事です。さて、日本の治安を紹介するときによく話題になることがあります。それは自動販売機です。一般的に短い言い方で自販機と呼ばれています。日本には街中に数多くの自販機が置かれています。しかも、自販機の多くは外にあり、誰でも自由に利用できます。これは日本の治安の良さを表すものだと言われています。日本の自販機は24時間365日動いていて、飲み物や食べ物、日用品など、いろいろなものが売られています。他の国では、外に置かれた自販機が、盗難や破壊の被害に遭うことが多いと聞きますが、日本では、自販機の被害はほとんど起こりません。最近では、飲み物を売る以外にも、様々な機能がついている自販機があります。例えば、災害が発生したときに、無料で飲み物を提供する特別な自販機です。この自販機は、災害支援型自動販売機と呼ばれています。災害支援型自動販売機は、通常の自販機と少し違います。通常の自販機は、お金を入れないと飲み物が出てきません。しかし、災害支援型自動販売機は、災害が発生した時に鍵を開けて、無料で飲み物を取り出すことができるのです。この自販機は、
地震や台風などの災害が起きた時に役立ちます。災害が起きると、停電や水道の断水などで、飲み物を手に入れるのが大変になることがあります。しかし、災害支援型自動販売機があれば、無料で飲み物を手に入れることができるので、とても助かります。また、災害支援型自動販売機には、飲み物以外にも、マスクなどの防災グッズが準備されていることもあります。これらのグッズも、災害時に無料で手に入れることができるのです。日本は、地震や台風などの災害大国と言われていますので、このような自販機が少しずつ増えているのは、それぞれの地域にとって重要な意味があるでしょう。さらに、自販機の明かりが夜の道を照らすことで、防犯にも役立っています。もし、日本の街から自販機がなくなったら、日本の街は暗くなってしまい、治安が悪くなる可能性さえあるでしょう。それくらい、日本の街には自販機が溢れています。ここで、日本にある面白い自販機をいくつか紹介しましょう。まず、日本で初めて登場した薬の自販機です。薬の自販機では、風邪薬や胃腸薬など、数十種類の薬が売られています。日本の医療サービスを改善する新しい取り組みです。今後、さらに増えていくことが期待されています。薬の買い方は簡単です。まず、薬の自販機の前に行きます。最初に、画面に表示されている指示に従って、画面に表示された同意書に同意する必要があります。同意すると、次の画面に進みます。次の画面で、自分の症状や必要な薬を選びます。症状や薬の種類が表示されているので、自分に合ったものを選びます。薬を選んだ後、薬の種類によっては、自販機の近所にあるドラッグストアなどに駐在する薬剤師と、タッチパネルの画面上でビデオ通話が起動し、薬の説明を受けてから購入の画面に進むことになります。最後に支払いの画面に進みます。現金やクレジットカードなどで支払いができます。支払いが完了すると、自販機から薬が出てきます。このような薬の自販機は、もしかしたら大きな都市ではあまり必要がないかもしれません。しかし、地域によっては、近くに病院や薬局がなかったりするので、将来はとても役に立つ自販機になるでしょう。他には、餃子の自販機もあります。その名の通り、餃子を販売している自販機です。有名な餃子メーカーが運営しているものもあります。この自販機は、餃子が美味しいと評判の人気観光地に設置されることが多いようです。自販機には、冷凍餃子と焼き餃子の2種類が販売されています。冷凍餃子は家に持ち帰って調理して食べることができ、焼き餃子は買ったその場で食べることができます。
他にも手作りプリンやハンバーガー、ラーメン、生野菜など、例を挙げるとキリがないくらい、本当にたくさんの種類の自販機があります。もちろん、これらのほとんどの自販機が外に置いてあり、誰でも利用することができます。このように、日本には様々な種類の面白い自販機があります。現金や IC カード、クレジットカードで簡単に購入でき、24時間営業のものもあるので、とても便利です。ぜひ、日本の自販機文化を楽しんでみてくださいね。続いて、治安の良さに関わる日本の衛生環境についてお話ししましょう。皆さんは、割れ窓理論という言葉を知っていますか？割れ窓理論とは、小さな問題を放っておくと、やがて大きな問題になってしまうという考え方です。例えば、一枚の窓ガラスが割れたままだと、他の窓ガラスも割られてしまい、最終的には街全体が荒れ果ててしまうというものです。この理論は犯罪にも当てはまります。小さな犯罪を見逃していると、徐々に大きな犯罪が増えていってしまうのです。例えば、ビルの壁の落書きをそのままにしておくと、次は窃盗や暴力事件が起きてしまうかもしれない、ということです。こういった考え方は、おそらく日本の衛生環境に関わっています。日本はなぜゴミ箱がなくても街がきれいなの？と、外国人観光客の方が不思議に思うことがよくあるそうです。日本の街にあまりゴミが落ちていないという環境は日本にいれば当たり前のことだと感じるのですが、その理由はいくつかあります。まず、日本ではゴミは自分で処理するという傾向があります。街にゴミ箱が少ないのは、テロ対策やゴミの処理費用削減などの理由もありますが、捨てる場所がないときは、自分でゴミを持ち帰って捨てるという習慣があるからです。また、日本人は周りの人と同じように行動する傾向があります。つまり、ゴミを捨てるときでも、周りの人が捨てているのを見て、自分も同じ場所に同じように捨てるのです。さらに、目立つことを避ける、他の人がどう思うかを気にするという国民性もあるため、周りの人がゴミを捨てていないのに、マナー違反をして目立つようなことをしたくないという気持ちから、ゴミを捨てないという行動になっているとも言えます。その結果として、ゴミを捨てる場所が統一されて、街がきれいに保たれているのかもしれません。ここで、古くからある日本の独特な文化を紹介しましょう。日本の小学校、中学校、高校では、子供たちが毎日学校の掃除をする習慣があります。これは、長い日本の歴史の中で育まれてきた日本の文化の一つです。昔の日本には
寺子屋という学校の元になった場所があり、そこで子供たちが掃除をするという習慣がありました。昔の寺子屋の掃除の習慣が、やがて現在の学校生活にも取り入れられていったのです。学校は子供たちの学習の場所であり、子供たちは、学校は自分たちの空間だと考えています。そのため、子供たちが自分で学校の掃除をすることで、自分たちの空間をきれいに保とうとするのです。それは家でも同じで、子供たちは自分の部屋や家の掃除を手伝うことが一般的です。また、日本の文化の中には、きれいなものは心が落ち着くという考え方があります。これは、もともとは仏教の教えから来ています。仏教では、掃除を通して自分の心を清めることが大切だと考えられています。例えば、掃除は修行の一つとされ、丁寧に掃除をすることで、悟りに近づくことができると考えられています。また、掃除に使うほうきは神聖な道具とされ、神様が宿ると信じられています。つまり、掃除を行うことで、神聖な空間を作り出すことができるのです。このように、仏教の考え方は日本人の生活習慣の中にある。掃除や整理整頓といった行動に深く根付いているのです。これらのことも日本の街がきれいでゴミが落ちていない理由の一つだと言えるでしょう。街がきれいだと犯罪が起きにくくなります。反対にゴミが散らばっているとその場所が管理されていないと思われ、犯罪者にとって狙いやすい場所になってしまい、犯罪が増えていきます。さらに、街をきれいに保つことで、地域の人々が犯罪を許さない雰囲気を作ることができます。つまり、街のきれいさと治安の良さは、深くつながっているのです。まさに、割れ窓理論そのものですね。いかがでしたか？今日は日本の治安についていろいろなことをお話ししました。この動画が皆さんの日本語学習に役立つと嬉しいです。もっと役立つ動画を作るためグッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は日本の治安についてお話ししましょう。皆さんは世界平和度指数を知っていますか？日本の治安の良さはこの世界平和度指数の評価にも現れています。世界平和度指数とは、世界中の163の国と地域の社会の安全、治安、紛争、軍事化の3つの分野に点数をつけて平和度を測るものです。この指数は次のようなことを調べて国や地域の平和度を測っています。戦争や紛争がないこと、テロリズムがないこと、軍隊の力が強くないこと、犯罪が少ないこと、警察や裁判所がよく働いていることです。つまり、戦争がなく、治安が良く、
人々が安心して暮らせる国や地域ほど、世界平和度指数が高くなるのです。日本は、世界平和度指数で毎年上位にランクインしています。2023年の調査では、日本は9位になりました。これは、世界的に見て、日本はとても安全な国だと評価されている、という意味です。特に、日本は銃器の規制が厳しいため、銃による事件が少ないのが大きな特徴です。また、日本人の多くが平和な考え方を持っていることも影響しているようです。しかし、最近の日本の様子を見ると、2023年の犯罪の数は70万件を超えました。これは2年連続で増えています。特に詐欺の被害など、一部の犯罪は毎年増えています。そのため、警察の取り締まりを強くするなど、さらなる治安対策が必要です。日本の治安が良いとはいえ、もちろん危ない場所はたくさんあります。そして、犯罪が全くないわけではありません。用心をして、自分で身を守ることを心がけるのは当然必要です。続いては、日本で落とし物をした場合についてお話しします。日本に訪れたことがある外国人観光客の方が驚かれることの一つに、落とし物についての話がよくあります。日本では、街や電車などの中で財布や携帯を落としても、驚くほど高い確率で、持ち主のもとに戻ってくる、という話です。その理由の一つは、道徳心と正直さにあると言われています。財布や携帯など、落とし物を拾った人は、自分のものではないことが分かっているので、ほとんどの人は、できるだけ早く警察に届けようとします。警察では、落とし物からわかる情報を確認し、財布や携帯の持ち主に連絡を取って、落とし物を返します。例えば、こんな話があります。ある旅行者が京都駅で財布をなくしてしまったそうです。その人はとても慌てましたが、財布を拾ってくれた人が、それを警察に届けていたことがわかり、無事に財布を取り戻すことができたそうです。財布の中には、現金やクレジットカード、身分証が入っていたにもかかわらず、誰も中身に手をつけていなかったそうです。日本人だけではなく、ほとんどの人は、他人のものを勝手に使うことを、良いことだとは思っていないでしょう。たとえ財布の中に現金が入っていても、ほとんどの人は、それに手をつけることはありません。さらに、日本の警察署には、落とし物の保管場所があり、丁寧に持ち主の確認作業をしています。財布の中に名刺や領収書などがあれば、それを手がかりに持ち主を探そうとします。あるアンケートで財布を拾ったとき、警察に届けるか？その理由は？という質問がありました。100人中、89人が警察へ届ける。と答えました。その理由は、自分がそれによって救われた経験があるから。持ち主が財布を落として困っているだろうから。見つけてしまった以上、警察へ届ける義務があるから。自分が落とした人の立場だったら、届けるべきだ。と強く思うから。
という理由が多かったそうです。こうした正直な人たちの行動と、警察の落とし物の管理体制が効果的に作用して、ほとんどの場合、落とし物が無事に持ち主のもとに戻ってくるのです。もちろん、世の中には、このように良い人ばかりではありません。アンケートでも、100人中11人は、財布を警察へ届けないという結果なのですから。日本で、落とし物が戻ってくる確率が高いことは本当のことですが、その確率が 100% ではないことも忘れてはいけません。それではもし、実際に落とし物をしてしまったら、どうしたらよいでしょうか。落とし物センター。もし、駅や電車の中で落とし物をしてしまったら、すぐに近くの駅の係員に知らせましょう。日本の鉄道会社では、駅や電車の中で落とし物をした場合、それらを集めて保管する場所を落とし物センターと呼んでいます。ここでは、持ち主が落とし物を取り戻せるよう、少しの間保管しています。保管期間は、鉄道会社によって違いますが、だいたい1週間ほどです。この期間内に、落とし物の持ち主が見つからなかった場合は、鉄道会社が警察に届けます。そして、落とし物を取り戻すには、どこの駅で落としたのか、何時の電車に乗っていたのか、色や形など、どんなものを落としたのか、など、なるべくたくさんの情報を、落とし物センターの係員に伝えることが大切です。係員がその情報を聞いて、落とし物の保管状況を確認してくれます。落とし物の問い合わせは、それぞれの鉄道会社のウェブサイトやチャット、電話でできます。ただし、問い合わせ先は鉄道会社や電車の種類によって違うので注意が必要です。交番、警察署。もし街の中で落とし物をしてしまったら、近くにある交番か警察署へ相談しましょう。交番と警察署は、どちらも警察の施設で、落とし物の相談をすることができる場所です。交番は、地域の中にある小さな警察の出張所のような場所です。建物には、漢字だけでなく、アルファベットで交番と書かれています。交番には、いつも警察官がいます。交番の警察官は、地域の中を歩いてパトロールしたり、地域の人々の相談に乗ったりしています。警察署は、交番よりも大きな警察の施設です。警察署には、様々な部署があり、より専門的な仕事をしています。落とし物を見つけたいときは、近くの交番や警察署に行って、落とし物を探してもらう手続きをしてみましょう。交番や警察署に行って、落とし物を探してもらう方法は、まず、落とした場所や時間、落とし物の内容を伝えます。次に、自分の連絡先などの情報を伝えます。そして、落とし物を探してもらう書類に必要なことを書き、手続きをします。誰かが落とし物を拾って、警察に届けてくれることがあります。この手続きを行うと、警察が落とし物を持ち主に返すことができます。警察に届いた落とし物は3ヶ月間保管されます。
3ヶ月以内に持ち主が見つからなかった場合は、警察が落とし物を処分することになります。そのため、落とし物をしたときは、早めに交番や警察署に相談しましょう。では、緊急時の通報サービスについて少し紹介しましょう。日本では、緊急のトラブルがあったとき、警察は110番、救急車、消防は119番に電話をかけて連絡します。最近は日本語が話せない方でも110番や119番が対応できるようになってきました。警察では誰でも110番に電話をかけられるように通訳サービスを提供しています。平日の日中は英語と中国語の通訳者がいて通訳をしてくれます。また、地方の警察でも独自の多言語サービスを行っています。消防や救急車を呼びたいときも、日本語が話せない方でも119番に電話をかけたり、救急現場で対応してもらえるように、いろいろな取り組みをしています。三者間同時通訳やネット119緊急通報システムというシステムを使って、通訳者が消防の人との会話を同時に翻訳してくれます。また、民間企業でも日本語が話せない方のための通訳サービスを提供しています。例えば、通訳コンシェル119というサービスは、24時間365日対応で、英語をはじめ複数の言語に対応しています。このように、日本では、警察や消防、民間企業が協力して、誰でも緊急時に安心して110番や119番に電話をかけられるよう、様々な取り組みを行っています。このような通訳サービスの環境を整えることは、日本で過ごすすべての人たちにとって、とても重要なことです。続いて、落とし物の対応以外も、いくつか紹介しましょう。日本の治安の良さは、いろいろなところに現れています。例えばカフェなどで、持ち物を置いて席を離れたり、電車の中でスマートフォンを手に持ったまま寝ている人を見かけることがあります。また、ドラッグストアなどでは、店の外に商品が並べられていることも多いです。これも、日本が安全な国だと感じさせる一例です。もちろん、店の人たちも防犯カメラなどの対策はしているでしょう。それでも、外に商品を並べても、それらの商品が盗まれる心配がほとんどないのだろうと感じます。他の国では考えられないような無防備とも思える行動が実際に当たり前のように行われています。しかもそれはほとんどの場合、大きなトラブルになりません。一方で、最近は日本の治安状況にも変化が出てきました。日本は治安が良いというこれまでの状況が過去のものになりつつあるとも言われています。最初にも言った通り、犯罪が全くないわけではありません。むしろ、最近は増えています。日本で過ごしていても、身の回りに気をつけることはとても大事です。さて、日本の治安を紹介するときによく話題になることがあります。それは自動販売機です。一般的に短い言い方で自販機と呼ばれています。
日本には街中に数多くの自販機が置かれています。しかも自販機の多くは外にあり、誰でも自由に利用できます。これは日本の治安の良さを表すものだと言われています。日本の自販機は24時間365日動いていて、飲み物や食べ物、日用品など、いろいろなものが売られています。他の国では、外に置かれた自販機が、盗難や破壊の被害に遭うことが多いと聞きますが、日本では、自販機の被害はほとんど起こりません。最近では、飲み物を売る以外にも、様々な機能がついている自販機があります。例えば、災害が発生した時に、無料で飲み物を提供する特別な自販機です。この自販機は、災害支援型自動販売機と呼ばれています。災害支援型自動販売機は、通常の自販機と少し違います。通常の自販機は、お金を入れないと飲み物が出てきません。しかし、災害支援型自動販売機は、災害が発生した時に鍵を開けて、無料で飲み物を取り出すことができるのです。この自販機は、地震や台風などの災害が起きた時に役立ちます。災害が起きると、停電や水道の断水などで、飲み物を手に入れるのが大変になることがあります。しかし、災害支援型自動販売機があれば、無料で飲み物を手に入れることができるので、とても助かります。また、災害支援型自動販売機には、飲み物以外にも、マスクなどの防災グッズが準備されていることもあります。これらのグッズも、災害時に無料で手に入れることができるのです。日本は、地震や台風などの災害大国と言われていますので、このような自販機が少しずつ増えているのは、それぞれの地域にとって重要な意味があるでしょう。さらに、自販機の明かりが夜の道を照らすことで、防犯にも役立っています。もし、日本の街から自販機がなくなったら、日本の街は暗くなってしまい、治安が悪くなる可能性さえあるでしょう。それくらい、日本の街には自販機があふれています。ここで、日本にある面白い自販機をいくつか紹介しましょう。まず、日本で初めて登場した薬の自販機です。薬の自販機では、風邪薬や胃腸薬など、数十種類の薬が売られています。日本の医療サービスを改善する新しい取り組みです。今後、さらに増えていくことが期待されています。薬の買い方は簡単です。まず、薬の自販機の前に行きます。最初に、画面に表示されている指示に従って、画面に表示された同意書に同意する必要があります。同意すると、次の画面に進みます。次の画面で、自分の症状や必要な薬を選びます。症状や薬の種類が表示されているので、自分に合ったものを選びます。薬を選んだ後、薬の種類によっては、自販機の近所にあるドラッグストアなどに駐在する薬剤師と、タッチパネルの画面上でビデオ通話が起動し、薬の説明を受けてから購入の画面に進むことになります。最後に支払いの画面に進みます。現金やクレジットカードなどで支払いができます。支払いが完了すると、
自販機から薬が出てきます。このような薬の自販機は、もしかしたら大きな都市ではあまり必要がないかもしれません。しかし、地域によっては、近くに病院や薬局がなかったりするので、将来はとても役に立つ自販機になるでしょう。他には、餃子の自販機もあります。その名の通り、餃子を販売している自販機です。有名な餃子メーカーが運営しているものもあります。この自販機は、餃子が美味しいと評判の人気観光地に設置されることが多いようです。自販機には、冷凍餃子と焼き餃子の2種類が販売されています。冷凍餃子は、家に持ち帰って、調理して食べることができ、焼き餃子は、買ったその場で食べることができます。他にも手作りプリンやハンバーガー、ラーメン、生野菜など、例を挙げるとキリがないくらい、本当にたくさんの種類の自販機があります。もちろん、これらのほとんどの自販機が外に置いてあり、誰でも利用することができます。このように、日本には様々な種類の面白い自販機があります。現金や IC カード、クレジットカードで簡単に購入でき、24時間営業のものもあるので、とても便利です。ぜひ、日本の自販機文化を楽しんでみてくださいね。続いて、治安の良さに関わる日本の衛生環境についてお話ししましょう。皆さんは、割れ窓理論という言葉を知っていますか？割れ窓理論とは、小さな問題を放っておくと、やがて大きな問題になってしまうという考え方です。例えば、一枚の窓ガラスが割れたままだと、他の窓ガラスも割られてしまい、最終的には街全体が荒れ果ててしまうというものです。この理論は犯罪にも当てはまります。小さな犯罪を見逃していると、徐々に大きな犯罪が増えていってしまうのです。例えば、ビルの壁の落書きをそのままにしておくと、次は窃盗や暴力事件が起きてしまうかもしれない、ということです。こういった考え方は、おそらく日本の衛生環境に関わっています。日本はなぜゴミ箱がなくても街がきれいなの？と、外国人観光客の方が不思議に思うことがよくあるそうです。日本の街にあまりゴミが落ちていないという環境は、日本にいれば当たり前のことだと感じるのですが、その理由はいくつかあります。まず、日本ではゴミは自分で処理するという傾向があります。街にゴミ箱が少ないのは、テロ対策やゴミの処理費用削減などの理由もありますが、捨てる場所がないときは、自分でゴミを持ち帰って捨てるという習慣があるからです。また、日本人は周りの人と同じように行動する傾向があります。つまり、ゴミを捨てるときでも、周りの人が捨てているのを見て、自分も同じ場所に同じように捨てるのです。さらに、目立つことを避ける、他の人がどう思うかを気にするという国民性もあるため、周りの人がゴミを捨てていないのに、マナー違反をして目立つようなことをしたくないという気持ちから、ゴミを捨てないという行動になっているとも言えます。
その結果として、ゴミを捨てる場所が統一されて、街がきれいに保たれているのかもしれません。ここで、古くからある日本の独特な文化を紹介しましょう。日本の小学校、中学校、高校では、子供たちが毎日学校の掃除をする習慣があります。これは、長い日本の歴史の中で育まれてきた日本の文化の一つです。昔の日本には、寺子屋という学校の元になった場所があり、そこで子供たちが掃除をするという習慣がありました。昔の寺子屋の掃除の習慣が、やがて現在の学校生活にも取り入れられていったのです。学校は子供たちの学習の場所であり、子供たちは、学校は自分たちの空間だと考えています。そのため、子供たちが自分で学校の掃除をすることで、自分たちの空間をきれいに保とうとするのです。それは家でも同じで、子供たちは自分の部屋や家の掃除を手伝うことが一般的です。また、日本の文化の中には、きれいなものは心が落ち着くという考え方があります。これは、もともとは仏教の教えから来ています。仏教では、掃除を通して自分の心を清めることが大切だと考えられています。例えば、掃除は修行の一つとされ、丁寧に掃除をすることで、悟りに近づくことができると考えられています。また、掃除に使うほうきは神聖な道具とされ、神様が宿ると信じられています。つまり、掃除を行うことで、神聖な空間を作り出すことができるのです。このように、仏教の考え方は日本人の生活習慣の中にある。掃除や整理整頓といった行動に深く根付いているのです。これらのことも、日本の街がきれいで、ゴミが落ちていない理由の一つだと言えるでしょう。街がきれいだと、犯罪が起きにくくなります。反対に、ゴミが散らばっていると、その場所が管理されていないと思われ、犯罪者にとって狙いやすい場所になってしまい、犯罪が増えていきます。さらに、街をきれいに保つことで、地域の人々が犯罪を許さない雰囲気を作ることができます。つまり、街のきれいさと治安の良さは、深くつながっているのです。まさに、割れ窓理論そのものですね。いかがでしたか？今日は、日本の治安について、いろいろなことをお話ししました。この動画が、皆さんの日本語学習に役立つと嬉しいです。もっと役立つ動画を作るため、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。